これこういうパイプ見るたび思うんですけど、なんで分解できるようにしてくんないんですかね。抜けちゃったやばいやばいやばい。どうするお、ちょっと待ってよ。どうしたどうする。はいどうも、ビバです。今回の動画は、超小型水槽にも使える外掛けフィルターのその後という動画です。当チャンネルではもう何度も紹介しているこちらの20センチ水槽、幅が20、奥行きと高さが10センチの小さな水槽です。この水槽では南沼エビを飼育してるんですけど、これまでもご報告してた通り、かなり順調に管理できています。エビたちも死ぬことなく、水草もゆっくりですけど順調に育っています。前回の動画でこの小さな水槽に外掛けフィルターを設置しました。これは寿さんのミニフィットフィルター MF。めちゃめちゃ小さいサイズの外掛けフィルターで、おそらく外掛けフィルター界で最小クラス。この小さな水槽にろ過装置を追加するなら何がいいかなと思って探した結果、たどり着いたのがこちらの外掛けフィルターでした。今回の本題なんですけど、外掛けフィルター設置から1ヶ月経ちましたので、そちらの様子を伝えるとともに、水槽の様子、ろ過フィルターの汚れ具合、お伝えしたいと思います。ズボラなビバークアのズボラな水槽管理、びっくりされる方もいるかもしれないんですけど、外掛けフィルター設置から1ヶ月後の様子、ご紹介していきます。外掛けフィルター設置から1ヶ月間の管理方法についてご紹介します。水替え0回、ガラス面とかの掃除0回、足し水は減った分だけ。その他の管理というと何もしてないですね。全く手のかからない水槽。特に水替え0回ってのはなかなか驚異的ですね。この水槽は水容量が2リットル。いろいろ素材入ってるので1リットルくらいだと思うんですけど、エビたちは変わらず元気ですね。水草も元気、光合成もしてます。超小型水槽、管理が難しいと言われてるんですけど、なかなか安定してますね。そして外掛けフィルター。こちらも1ヶ月間フィルター交換とかはしていないんですが、こちらは水槽と打って変わって茶苔が発生しています。結構濃いめについてるんですけど、水槽のガラス面には茶苔なんて発生してないし、普通の苔もあんまり生えてないんですけど、この水槽とフィルター内の苔の差を生み出しているのは、やっぱりこのラムズホーンでしょうか。水槽の中に1匹だけ入れてるラムズホーン。この子がガラス面とかの苔を全部食べてくれてるんじゃないかなと思います。やっぱり貝の苔取り能力は高いですね。フィルターの中にも1匹入れとくと綺麗になるかもしれませんね。それがいいか悪いかは別ですけど。では、外掛けフィルターに入れてるろ材の汚れ具合を見ていきます。1ヶ月ぶりに取り出すこの小さなろ過マット。この外掛けフィルターは2つのろ過マットを使用します。下側にあるやつは粗めのろ過マット。元から黒いんですけど、ちょっと苔がついてますね。こちらの白いろ過マットは活性炭の入っている活性炭フィルター。表面はもともと白かったんですけど、水の使ってた部分は茶色くこけています。1ヶ月間丸々稼働させるとこのぐらい汚れました。それと給水パイプ。茶色いですね。これは結構汚れが目立ちますね。こちらのスポンジ、これも汚れてると思うんですけど、取り出してみると、かなり茶色い。見づらいかもしれないですけど、水に入れるとかなり汚れが出ますね。揉むと汚れ具合がわかる。すごい汚れてました。これは本来のミニフィットフィルター MF のスポンジではなくて、別売りの適当な黒い粗めスポンジを細長く切ってパイプに詰めていたものです。なんでこうやってるかは前回の動画で紹介してますので、下の動画説明欄からご覧ください。いや、なかなかろ過マット系は汚れますね。本当は新品と交換した方がいいんでしょうけど、今手持ちに新品がないので、これはよくすすいで使い回したいと思います。これは外れるんだっけ？外れた。これはちょっと裏で綺麗にしましょう。そして外掛けフィルター本体はこんな感じです。茶色いですね。汚れてますね。とりあえず1ヶ月間丸々稼働させるとこのぐらい汚れがつきました。汚れの内容は多分茶苔だと思います。なのでメラミンスポンジや歯ブラシとかですぐに落とせるような汚れです。ではこれのメンテナンスしていきましょう。特にこっちのパイプの洗い方気になる人多いと思うので、なんかうまい方法を見つけてやりたいと思います。どうやればいいですかね。一応我が家のメンテナンスツールスタンドいろいろ余計なものも入ってるんですけど、この中からいろいろ使ってやりましょうか。まず最初にモーター、これは外しておきましょう。多分このモーターは防水じゃないような気がするんですけど、防水かな？わかんないけど、とりあえず
フィルターの外についてるものなので濡らさないようにしましょう。インペラ全然汚れてないですね。これはそのまま使おう。この複雑なフィルターの形状、これの汚れを落とすのは100均で売ってる細かいところ用の清掃用品。これは先端がなんか布みたいなのがついてて、先っぽまで布があるので狭いところの底面、ここもちゃんと汚れが落とせるので、こういったタイプのブラシがあると洗いやすいと思います。もうバッチリバッチリ。もうすぐ落ちますね。茶苔は苔の中でも最弱ですね。四天王の中では最弱です。めっちゃ真っ黒。広い面はメラミンスポンジでやった方が早いとは思うんですけど、まあそのあたりは適当に。でもかなりなんか汚いな。やっぱラムズホーンくんに頑張ってもらうかな。でも彼もこの中でうんちするから意味ないかな。どうなんだろう。フィルター内でスネイル飼ってる人っているのかな。そうこう言ってる間にだいぶ綺麗になってきましたね。おー、ピカピカ。一瞬で買った当時の輝きが戻ってきました。あ、まだ汚いわ。まだ汚いわ。なかなかね、細かいところは手強いね。続いてこちらのパイプ。この U 字パイプ。これね、厄介だなと思います。まずパイプ径がめちゃめちゃ小さいので、差し込む清掃用品が限られます。おそらく歯ブラシとかはヘッドが大きくて刺さんないので、これは入るね。またこれが活躍しそう。ただこの直角に曲がってる部分が掃除できないですね。ここの部分は下から差し込めるんですけど、流量調節も外れるので、完全に突き抜けちゃうんですけど、ここは清掃しやすいですね。ここですよね。この水平のパイプ、これをどうやって掃除しよう。こういうパイプ見るたび思うんですけど、なんで分解できるようにしてくんないんですかね。もしくは流量調節をこっちじゃなくてこっちにつけてくれれば、こっちからブラシを差し込めるので全部掃除できるんですけどね。流量調節なんてそんな頻繁にするものではないので、別に上についてなくてもいいんですけどね。こっちにつけてくれりゃいいのに。いつかパイプの掃除のしやすい外掛けフィルターどっかが出してくれるのをずっと待ってます。難しいんですかね、これ横につけるのね。掃除しやすいところからやっていこう。お、これ意外と落ちないか。そっかそっか。パイプの外側だ。フィルターの中に入って水に浸かってる部分だから外側が汚れてるんですね。ちょっと今ブラシ汚すの嫌なんでこれで全部やっちゃいます。こっちは OK。そしてこっちもガシガシと掃除していく。縦は OK ですね。横どうするこれ。横どうしよう。ちょっと考えてたのはタオル地のキッチンペーパーとかこっちから入れてなんとかこっちに出してこっちから引っ張るとかやればなんとか取れるかな。その前にちょっと我が家で使ってるこのガラスパイプ用のちっちゃいブラシ、これいけるかな。なんとかここ、いった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 ぞ。あ、いったいった。ちょっとギチギチいっててパイプに傷つきそう。出てこい出てこい。ちょっと待って、抜けちゃった抜けちゃった。やばいやばいやばい。どうするどうするどうする。ちょっと待ってよ。どうしたどうする。やばいやばい。最も恐れていたことが、ブラシが中に残っちゃった。あらあら、ちょっとおい出てこい。あら。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタン。いやちょっと待ってどうやって撮ろうか。これを押し込んでいこうか。押し込んで、あとはピンセットで、取れたよかった。危ねえわ。しかもちょっと汚れは全然残っちゃってるな。あらららら。びっくりした。よかった取れて。ちなみにこれ市販品ではなくて僕が自作して作ったものなので、皆さんはこういう事態にはならないと思います。多分大丈夫。ちょっとどうしようかな。ちょっと悩ませてください。ちょっといいもんあった。これどうですか。歯間ブラシみたいな変なブラシ。これ確かこのブラシとセットになって売ってたと思うんですけど、これも100均で売ってたやつですね。これならば流量調節のところからこっちに入ってなんとか掃除できるんじゃないかなと思います。かなりしなやかなのでいけるんじゃないかな。レッツゴー。いった入りましたよ。ちょっとやっぱ動かしづらいな。でもね、ちゃんと汚れはかき出してくれてます。これならなんとかできるかな。ちょっと細かく動かして、いいんじゃない。ただこっち側のパイプの交差地点がなかなか届かないな。もうなんかかき出すしかないかな。なかなかうまくいかないね。ちょっとこれ先端を曲げて、こっちから刺せばこの上の方は汚れを落とせますね。ただかなりギチギチ言ってるのでパイプ傷つきそう。微妙ですね。
ブラシの入る方向が決まってるので、どうしても汚れが届かない場所があります。そこで最終手段、ガラスパイプの掃除でおなじみの生米。これやってみましょうか。ガラスパイプでも使ったことはないんですけど、このパイプの中に生米を入れて振ると。そうすると米がこの中で動いて汚れを落としてくれると、そういう伝説がアクアリストの間では伝わってるそうです。僕は試したことがないんですよね。というのもガラスパイプの給水パイプでやる方法なんですけど、給水パイプってスリットがあるので、どうやって頑張っても水が漏れちゃうんですよね。なのでこういった生米スタイルはやったことがないんですけど、とりあえずこのパイプなら3つとも穴は全部押さえれそうなので、3つと言わず、これつければ穴を2つ押さえればいいだけですね。米を入れて、溢れる溢れる。入れすぎか。入れすぎだ。なんかこれ米じゃなくてもつぶつぶのものであれば何でもいいみたいな感じなんですけど、とりあえず水を入れて、この両方を押さえて、振る。ちょっと待って。やばい、米入れすぎた。米入れすぎた。振れない。これ、どうなの？研ぎ汁が、いい感じに米が研げている。やっぱ、どうなんだこれ。あんまり汚れが落ちてる実感はないんですけど、米はね、動いてます。米は動いてるので、はい、疲れた。どうでしょうか。若干落ちてますね。若干落ちてるけど、まだ残ってますね。これは、どうだ、米のコストと、この汚れの落ちる割合考えると、ちょっと米がもったいないかなっていう感じがしてきました。ここまで綺麗になれば十分なんじゃないでしょうかね。どうせまた汚れるし、これ言ったら身も蓋もないんだけど、どうせ汚れるしね。はい、こんな感じで U 字パイプ、汚れを掃除するのは、この辺りのキッチン用品、狭いところブラシ、これが一番役に立ちそうです。ほんとこの形状についてはご一考願いたい。ここら辺ね、なんかねじ込み式でいいと思うんですけどね。ダメなのかな、パッキンつけて。こっちになんかブラシ通せる穴があればいいんですけどね。ちょっとメンテナンスも考慮してほしいね。愚痴を言います。はい、これでお掃除完了です。さあ、では組み立て直してメンテナンスは完了ですね。まずロカマット2枚、汚いままですけど、これを入れて、これをセット。いやー、ちっちゃいですね。いいよね、これ。見た目もすっきりしてて、こんなコンパクトで、ろ過能力は気持ち程度かもしれないんですけど、小さい水槽にはぴったりですね。これをセットして、飼育水を拝借して、こちらに入れると。さあ、これでスイッチオン。よし、OK。メンテナンスはパイプの部分若干手こずりますけど、フィルター自体がちっちゃいので、そんなに手間ではないですね。はい、これで1ヶ月ぶりのメンテナンス完了です。外掛けにラムズホーン入れよう計画はインペラに巻き込まれそうなのでやめます。無残な姿になって発見されたらショックなので余計なことはしないでおきます。実際に外掛けフィルターをつける前とつけた後どう変わったか、やっぱりガラス面の苔は減ったんじゃないかなと思います。最初に話した通りラムズホーンがガラス面の苔食べてくれてるみたいなんですけど、それを差し引いても外掛けフィルターつける前とつけた後だと、つけた後の方が全体的な苔の量は減ってるんじゃないかなと思います。外掛けフィルターつける前も1ヶ月ぐらい放置したことあるんですけど、その時はもうちょっとガラス面こけてたような気がするんですよね。ガラス面の苔取らなきゃなって思うぐらいついてたので、今回この外掛けつけてからはそこまで気にならないので、やっぱり効果はあるんじゃないかなと思います。逆にこのプラステリアフィットに外掛けフィルターをつけて困ることがあって、ガラス蓋がどうしてもこの部分蓋をすることができないので、ジャストフィットな蓋が用意されてるんですけど、それが無駄になってしまいます。これは妥協するか、蓋をずらしておくか、蓋をしないか悩ましいところですね。それとせっかく小さな水槽なので、わざわざ外掛けフィルターをつけるってのもちょっと考えものかなと思いました。今回は南沼エビしか入れてないので、もし魚1匹とか入れるんであればろ過能力高い方が安心なので、そういった方は外掛けフィルター用意すると良いかもしれません。水の流れも生まれるので止水域とかも減ると思います。そういったメリットはありそうですね。というわけで今回は外掛けフィルター設置から1ヶ月丸々放置した水槽の経過報告でした。外掛けフィルター設置したら設置したなりにちゃんと効果はあったと思います。こういった小さい水槽に設置できる外掛けフィルターなかなかないので、寿のミニフィットフィルター MF、
小型水槽の外掛けフィルターの選択肢としてはかなり有力なんじゃないかなと思いました。小型水槽で使う場合は前回の動画で紹介した方法とかも役に立つと思うので、外掛けフィルター検討している方は前回の動画もご参考ください。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。